皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はアメリカの大統領選挙です。大統領選挙はまさにその投票日が近づいているわけですが、トランプ大統領が2期目に突入するのか、それともバイデンが大統領になるか、この差は大きいというのが誰もが分かっていることだとは思いますが、ではどのように差が出てくるのかといったことについて今回は取り上げていこうと思います。また今回は動画の最後に私のお知らせなどもあるので、ぜひとも最後まで聞いてくれると嬉しいです。それではまずは大統領選挙現在の状況がどのようになっているのか、その点についてニュースをどうぞ。アメリカ大統領選期日前投票9160万人、前回総数の3分の2超。アメリカ大統領選の期日前投票が1日までに9160万人となり、2016年の前回選挙の投票総数の3分の2を超えたことが分かった。多くの州が新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために期日前投票を拡大しており、空前の勢いになっている。アメリカ CNN テレビの報道によると、16州ですでに半数以上の有権者が投票を済ませており、16年の投票総数の約 67% に達しているという。州ごとでは10月30日時点でテキサス州とハワイ州が期日前投票だけで16年の投票総数を上回った。中西部ウィスコンシン州、南部フロリダ州など激戦州でも期日前投票に有権者が殺到している。共和党・民主党の支持が拮抗し、選挙のたびにどちらの党が勝つかわからないスイングステート、揺れる州が勝敗に影響するため、有権者の高い関心が伺える。民主党のバイデン前副大統領は、投票率向上のため、郵便投票を含む期日前投票の活用を呼びかけている。すでに郵便投票をした有権者のうち、民主党支持者は共和党支持者の2倍以上とされる。一方、共和党のトランプ大統領は、郵便投票は不正選挙の温床だと厳しく批判しており、選挙後に結果の正当性をめぐり混乱が生じる恐れがある。トランプ氏は期日前投票をめぐる訴訟について、最高裁に持ち込むと、法廷闘争も示唆している。今回の大統領選挙においては、どちらが勝つのか実際に票を開けてみなければわからないと言われています。というのも、隠れトランプ支持者の存在が大きいからです。世論調査について言えば、バイデンがずっとリードしていますよ、時々トランプ大統領が追いつきましたよという報道が紛れるぐらいで、全体の傾向としてバイデンが有利であるといった話について覆ったわけではありません。一部の州においてはトランプ大統領が巻き返して一時的なリードを取ったといった話もあるわけですが、じゃあ全州においてそのような傾向が見られるかといえばそういったわけでもありません。そしてこのような世論調査についてはかなり不毛であるといった話もあります。というのも、世論調査を行っている報道機関などは基本的にはバイデンを支持しているところが多く、そのため質問方法や質問内容といったものがバイデン有利に働いていると言われているからです。そして隠れトランプ支持者が一体どれだけいるのか、この世論調査では現れない問題があります。2016年前回の大統領選挙において世論調査では常にトランプ大統領は劣勢でした。しかし実際に票を開けてみれば勝ったわけですから、世論調査というものがどこまで信用できるかといえば基本的にはうさんくさいと見られているのが現実でしょう。そして今回の記事で取り上げたように、期日前投票やもしくは郵便投票といったものが非常に多くあることも波乱要因だと言われています。郵便投票について言えば、トランプ大統領はこの方式というものには非常に不正の温床になってしまう。だからこのような票については、11月3日付で集計されたものは含むが、それ以降のものについてはもう集計に含まないでいいんじゃないかといったことを言っています。実際アメリカにおいては、郵便システムというものが日本よりもはるかに荒廃しており、郵便物をポストに入れても届かないといったことがよくあることだと言われています。そして全く届かないのと同じように遅れて届くといったことも発生しますから、11月3日には届かず、4日、5日、6日とどんどんと後になって届く郵便投票の便というものも存在します。それらを待っていると、基本的にはトランプ大統領に不利になると言われています。というのも、トランプ大統領は支持者に対しては、期日前投票やもしくは実際の投票所に行って投票しようということを呼びかけています。対立しているバイデン候補は郵便投票についてはむしろ積極的にもうどんどん私に票を入れてくださいと発言している関係もあって、郵便投票が重要だと言われています。
このように今回の大統領選挙というのは、まずは隠れトランプ支持者がどれだけいるのかといったことがわからない点、そして郵便投票の扱いがどうなるかといったことは、この後、法廷闘争などに持ち込まれる可能性も非常に高く、問題の解決には時間がかかると言われています。ですから、このようなことを反映して、現在アメリカの株式市場などは非常に不安定な状況になっています。新型コロナウイルスがヨーロッパなどで再び感染拡大しているといった話もあるのも、経済的なニュースとしてはマイナスわけですが、実際にトランプ大統領とバイデン候補が一体どっちが勝つのかといった話の方が、むしろアメリカの株式市場にとっては大きな関心事です。そして、アメリカの株式市場が非常に不安定となっている要因というのが、どっちが勝つかわからないということに加えて、どっちが勝つにしても決着を見るのに時間がかかるだろうと言われている点が非常に大きな問題です。先ほども述べたように郵便投票については、その取り扱いについて、到底闘争に発展するかもしれません。ですから、1日2日で済む話ではありません。1週間、2週間、3週間、そして1ヶ月と、どんどんと後にずれてくるようになれば、大きな問題が発生します。一体何かといえば、それは経済対策の話です。アメリカにおいて新型コロナウイルスは感染収束に向かっているわけではありません。ですから、経済的に対策を打たなければならないわけですが、どっちが大統領になるかというのが、全く決まらないようであれば、どのような経済対策を立てるかといったことが、どんどんと後ずれになってきます。ですから、大統領が決まらないということ、それイコールアメリカ経済にとって経済対策が遅れる。それによって経済的な打撃というものは深まっていくことを示します。そのように現在のアメリカというのは非常に大統領選挙がどうなるかというのが政治的、外交的、そして経済的にも大きな関心事なのです。さて、ここまでがまさに現状の説明だったわけですが、じゃあバイデン候補が勝った場合どう変わるのかといった話をしましょう。なぜバイデンが勝った場合の話をするかといえば、トランプ大統領がこのまま勝ったのであれば、それは政策を維持することにつながるので、特に変更点はありません。2期目に突入したからといっていきなり政策をガラッと変えるわけではありません。現在までの政策というものをそのまま延長していく。それによって、米中冷戦も同じようにこのまま続行されることとなります。一方でバイデンに変わった場合は何が変わるかといえば、まず中国政策について言えば、バイデン候補は中国のことをあまり脅威とみなしていません。これは大統領選のその序盤において中国についてどう考えるか話したときに、中国というのは別に大した脅威ではないといった話をしていました。これなどはバイデンの本音の部分でしょう。しかし、大統領選挙でそのような話をした後は、中国に対する態度というものが非常に生ぬるいといったことが批判を受け、以後の発言は基本的にはトランプ大統領と似たり寄ったりな感じで、少しずつ中国に対する当たりの発言も強くなってきました。しかしこれはあくまでも大統領選挙上における戦術の変更であり、本当のところで政策に米中冷戦が続行されるほど強く中国に当たるかというのはかなり疑問です。そのためバイデン大統領が誕生した際には、米中冷戦というのはそれこそ沈下の方向に向かう可能性があります。そうなれば当然のように中国経済というものは抑えの効かないような状況となります。アメリカの議会はそれこそ上下両院どちらも中国の脅威というものを問題視しているわけですが、大統領が脅威だと思っていないような人物に変わった場合は、アメリカの方向性としてはどうしても動きとしては鈍くなり、中国を抑えることは非常に困難になるでしょう。それこそ現在、台湾などにはトランプ大統領だからこそ様々な兵器というものの売却が進んでいますが、バイデン大統領に変わった場合には、台湾にアメリカの兵器をたくさん売るということは、中国を刺激するからやめようという具合にして方向転換する可能性もあります。そういった象徴的な行動といったものも出るかもしれませんし、米中の貿易紛争についていっても、トランプ大統領よりもはるかに穏健な対応というものをするかもしれません。そのような行動をアメリカが取るようになれば、当然のように中国が好き勝手するわけですから、日本にとっての脅威度がどんどん上がることになります。バイデン大統領にとっては日本のことなどどうでも良いかもしれませんが、日本にとって良い大統領とは言えないでしょう。また、バイデン大統領に変わった場合、アメリカの経済にとっても大きな変動がもたらされることになります。というのも、バイデン大統領は貧富の格差という問題に取り組もうとしています。しかしそのやり方というのが、例えば世界市場を席巻している GAFA と呼ばれるような巨大企業について、これらの事業を解体しようという話が盛り上がるかもしれません。すでにその気配というものは始まっていて、Google などについては
検索エンジンなどが市場でかなり圧倒的なシェアを誇っていることは、これは競争原理が働かないような市場の独占に当たるといった指摘などが行われています。その他、富裕層への増税であるとか、もしくは企業に対する増税といったものが見られ、そうやって税を課すことによって得られたお金というものを福祉政策になどに回そうという形になるわけですが、これはアメリカの競争力というものを大きく削ぐことになるでしょう。アメリカは日本以上にはるかに貧富の格差が開いている状況もあって、そういった貧しい人たちへの福祉政策を充実させるために上からお金を持ってくるというのは一つのやり方ではあるものの、アメリカの政治というものがアメリカ国内に目が集中し、外交政策や国際的な問題に対応しないようになれば、その時は日本にとっては都合の悪いような展開がアジア情勢として始まってしまうことを意味します。アメリカ大統領選挙の話なのだから日本には関係ないという人もいるわけですが、実際には大統領が変わることによってアメリカの大きな方針というものが変わることは十分にあるわけですから、決して無視していいわけではありません。そして現在の米中冷戦というものがこのまま続行されるのか、それとも緩和の方向に向かうかというのも大統領が変わることによって大きな方向転換が図られる可能性があるのです。そして米中の冷戦が緩むことによって実は被害が大きくなる、脅威を感じることが多くなるのが日本なのです。そういった意味でアメリカで行われる大統領選挙というのは日本の未来にとっても実は重要な要素であることは見逃せないものです。皆さんは今回の大統領選挙がどのような結果になり、どのような変化をもたらすのか、どのようなことを考えているのか、ぜひともコメントしていってください。さて、ここまではニュースの話題だったわけですが、ここからは余談になります。今回の余談というのは皆さんにお知らせすることがあります。11月になったわけですが、私はこの11月の第2週に引っ越しをします。引っ越しをすること自体は皆さんに本来だったら何の影響もないはずのことなんですが、残念ながら悪い影響が出てしまいます。引っ越しのための準備というのもたくさんあるわけですが、それ以上に問題なのは、インターネット環境というのの整備が十分に追いつかない可能性が出てきています。私としては前々から申し込みをしていたのですが、光ファイバーの方の工事というのが残念ながら調整がうまくいかなかった関係もあって、引っ越し当日どころか、引っ越しから1週間、2週間ぐらい遅れるかもしれないという話になってしまいました。というわけで、その間については、インターネットをするときには私はもうスマートフォンのテザリングを使ってのネット接続ということになり、動画のアップロードや動画を作成するための情報収集などについてもかなり制限がかかるような状況です。ですから活動それ自体も11月はかなり低調になるんじゃないかなと思います。私の体調が悪くなったとかそういった話ではないので、なんか最近動画が全然ないけど大丈夫かなと心配することはないのでご安心ください。少なくとも光ファイバーの環境が整えば、またいつものように活動はできると思うので、それまでは少しご辛抱いただけると嬉しいです。といったわけで今回の余談でした。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。